ァゴットの清水紗恵さん、札幌大谷大学芸術学部音楽学科の4年生でいらっしゃいます。ピアノ伴奏は鈴木詩音さんです。続きまして本日の講師をご紹介します。フィラデルフィア管弦楽団首席ファゴット奏者のダニエル・松川先生、どうぞステージへお越しください。演奏曲目はフランセ作曲ファゴット協奏曲から第1楽章です。それでは演奏をお願いいたします。素晴らしい演奏ありがとうございました。強く
通訳する人いますけど、頑張ってちょっと日本語、まあもちろん英語の方が楽ですけど、頑張ります。でも、もしなんかわからないところありましたら、作家さんに助かりますから、すいません、よろしくお願いします。最初は、まあ、フランセはどんな作曲家と思いますか？フランスの作曲家。それだけ？どんな作曲家？例えばスタイルとかありますよね。それからなんていうの、英語で period、クラシックとかロマンティックとか、何々期のとか、例えばクラシックだとか何々ロマン派だとか、そういう感じの時代っていうんですか？それでフランスはもうちょっと。フランスはいつの頃の作曲家でしょうか？現代の作曲家。はい、そうです。あとなんかフランスの音楽吹く時とか、フランスの音楽を聴く時、どんな感じと思っていますか？どんな感じ？なんかふわふわしてる感じ。そうということをちゃんとしっかりしてないな曲とか。そうですね。ブラームスはどしっとしてる音楽。モーツァルトは古典というか音楽の基礎っていう感じ。ワーグナーは派手。面白いですね、こんなお話こんな会話。でもよく考えましたら、やっぱりフランセはどこに入れますか？そしてファゴットの音はきれいな音も作れるしね、いいリズムといい音程とか、これももちろん大切ですけど、ここだけは満足できないように、じゃあこれから今度フランセどうやってもっとお客様になんていうの、伝えたいとか、ね、みんな聞いてもらいたいの感じ。私のフランセのイメージは、例えばチェコフスキーはトルストイみたいな、ドストエフスキー、すごい有名な本書く人、なんていうの、ライター、作家。それで作家じゃなくて作家。それでなんかフランセはもし考えたら、フランセは、漫画描くかな、漫画みたいな、すごいアニメみたいな感じ。ちょっとこんなディープな、it's not very deep。あまり深い作曲家ではないということですね。そう、今分かりましたのは、ちょっと英語の方もちょっといますので、ちょっとそれをちょっと英語もちょっと。So I was talking about, I know some of you are here from the academy. So in composers, Françaix is like a writer. We have Tchaikovsky, who's like Tolstoy and Dostoevsky, and maybe some very big famous classic writers. And where would we put Françaix? So Françaix to me is very narrative, anime, very animated. Anime? And very colorful. So it's like when I listen to Françaix, it's like a carnival or a circus or some place that's fun. Like a circus or like fun place when I listen. サーカスとかそういう楽しい場所です。So I want to ask you to do more of all the colors, all the characters, and you play bassoon very well. But now that you can play, do much more with the notes that are given to you. 大変よく演奏してるんですけども、もっとキャラクターとかそのフランセらしいところを作り上げていきたいと思います。Also, my encouragement is you are not playing alone. You're playing with piano. あなたは一人で演奏しているわけではないですよね。So maybe today it's very important. 今日すごい大切ですけど、みんな歩きながら、ね、電話を見ながら、そしてなんとなく today we're more into our phones or
computer or Facebook or internet, and so, but in 人間のコネクションはすごい大切ですから、せっかくピアニストの人もいますから、もうちょっとコネクションみたいなコミュニケーションを頑張ってやってください。So if you play, 弾いてください。もう一度。今のやり方だとすぐにこの2人の間に何かこうコミュニケーションっていうものが出てきますね。私がソロでピアノは全く関係ないっていうのではないです。あなたはすでにこのことをご存知だと思いますけども、もう少しコミュニケーションが取れるといいですね。目とかでこう合図ができたりするといいと思います。それでお客様、これ見たらどうと思いますか？もっと楽しいですか？こういうふうになんか会話やってるみたいでしょ？そうですね。ですからこのなんか僕のおすすめはこれからいつまでもこうやって吹いてください。そう次はじゃあこんなテクニックにから正直言ってください。これはどのくらい練習しましたんですかと思っています？自分がはい。3、4ヶ月ぐらい。素晴らしい。ということは1時間だけじゃないですよね。もう何時間も数えられないみたいな。So you practice so much, but at times when it comes to performance, what can you do to feel more it's going to be there?とにかくたくさん練習してこられたと思うんですけども、実際の演奏の時に確実に演奏するということをどのようにしたらいいと思いますか？ Do you have any tricks or feelings or what do you do for this? 何かこう演奏する時に何か特別なことをしていますか？ So 例えばお祈りだけじゃなくてyou don't just pray.ゆっくり練習するようにしてました。はい、あとはゆっくり練習 しつつ早くやっていくのとアーティキュレーションを変えて練習したりしました。はい、それから僕のおすすめもこんなそれぞれの大変難しいのところはもしできればそこだけアンプで習ってそういうふうに習ったらもうパフォーマンスの時本当にもうなんかもっと簡単になりますと思っています。So I was saying in very fast, difficult passages to try to memorize just those very difficult ones. Then in performance it'll feel much better. なぜかというと when you practice and memorize, it goes to 違うところ it goes to a different place. And also when you memorize もうこっちからとかこっちからとか you learn from different angles
And it really helps to put it in your system に入れるように頑張ります。いろんな面からアンプの練習をすることによってより一層アンプが確実なものとなります。で、アンプをするとより良い演奏に結びつくと思います。Last for this section is to use a lot of support. So when we think, oh, we have a difficult technique thing, many times ちょっと緊張 we get nervous and we lose support and then we just hope it will come out. But the opposite, 逆にもうちょっとサポートして、instead of, oh please, I hope it comes out. But always remember to play with good support. 緊張すると体の中心からのサポートを失ってしまうんですけども、その反対にそのサポートを与えることによってより楽に演奏することもできますし、神頼みにならないと思います。The other thing I like to do for technique is I think about one or two places to focus on. でとにかく一部ここだとかって一部分をフォーカスを当てて練習をするということが大事です。So in English we have in Hail Mary is the name of 例えばfootball の我々のチームは負けてます。でも最後の最後もあと10秒しかないの。We only have 10 seconds left to win the game. So I'm going to throw the ball. 頑張って神様お祈りお願いします。誰か僕のチームキャッチしてください。これは英語で Hail Mary to you. So in English we say Hail Mary hoping somebody will catch from your team and it's a miracle. And I don't want to feel like, oh please, I hope it will come out. So I give myself points to think about like or different place. You can try many things and it will feel much better. I call them mini gasoline station. 神頼みでこう毎回当たるか当たらないかっていう風な演奏をするんではなくて必ず確実に一つ一つ練習していって確実に自分が舞台で演奏できるようにすることが大事だと思います。So these are little things to help me with practicing, especially technical things. 私と一緒に少し練習のやり方をやってみましょう。What also helps me is I think if I try to think not just those one or two notes, but I think about like shaping and direction. Because sometimes when we think about fingers, we just go and we just hope everything comes out. But if you know where you want to go, if you show direction, if you phrase, if you shape, if you crow, if you come away, it really helps with technique. 音の一つや二つではなくてフレーズの長さとか膨らみ方とかそれからディレクションとかそれからやっぱりさまざまなそういうものを考えながら演奏するということが大事だと思います。I always feel that music and thinking the music will help technique. Maybe it's almost a small percentage when technique will help the music phrasing.But if I think about the phrasing music, it will almost always help me with technique. でテクニックももちろん何%が大事になるんですけども、でもフレーズのことをまず最初に優先して考えることによってテクニックもそれに伴ってくると思います。And what also helps is the character and feeling. So what is the character? What is the feeling of the beginning of this? この曲の出だしのところのフィーリングはどのようなものでしょうか？コミカル、はい。あとは、私はなんかこれ聞くと、まあこれじゃないけど、ちょっとこんな感じで、it feels like a tango。タンゴも少し感じるんですね。はい、すいません、踊らないですけど、I'm not going to dance for you, but it has to be, you know, like very.Like no shame, like 恥ずかしがり屋じゃなくてもう少しもう積極的な感じで恥ずかしがらないっていう感じが欲しいと思います。みんなに見せるみたいに自慢してください。こんな感じ。もう一度最初から。
次は my next encouragement is when you think of solo concerto, I think of having presence, 存在感 like presence of like もうちょっとlike I'm here. そこにある存在、ソロとしてのソリストとしての存在感ですね。コンチェルトの場合です。So 今聞くとちょっと楽。It feels very casual, comfortable. So maybe think I want to really show them my feeling. 今少しカジュアルすぎたので、もう少しあなたの存在をこうホールの向こうまで届くように演奏してみましょう。例えば、so if I play casual, カジュアルな感じです。right? And if I want to sing and play for them, もっと歌いたいとき。it's just little difference, but makes a big. ほんの小さな違いなんですけども、お客さんにとっては大きな違いになります。こんな感じ。最初の音からもう捕まってください。捕まえてください。Okay, okay. So 今度は I heard I want not that. 短くない。もう少し長さが。Meaning is but you play that. あなたは短くやってますね。一人で。Yes, so with very big meaning. 本当に意味ある音になるようにしてください。意味を込めて。もう一度いきましょうね。About this maybe last year with another student, and I will talk about it with you. Maybe in bassoon or clarinet, oboe, flute, you know, they cannot see our bow arm. 私たちは弓がないですよね。But our bow is invisible. It's inside. 私たちの弓は見えないところにあるんです。And of course, for violin players, there are many different ways to bow something. バイオリンの人はこの弓を使ってさまざまなことをやりますね。And for us, there are many different ways how to blow. 私たちも同じように見えない弓でいろいろなことができるんです。吹き方ですね。So, but sometimes I like to tell my students there are three basic. 3つの基本的な。And number one is it's like a cat's claw, neko no te, which is like this. It comes away. Okay? それは一番. It's like neko no te. Number two is like steam, like you know, 必ず it's just sustain. And number three is upward motion. So, I want to encourage you play many times number one. あなたはいっぱいこの1のやり方、猫の手が多いですね。But maybe think about 2 or 3, either or まっすぐサステインするものか、上にこう上昇するような感じ、2つ目か3つ目の使ってみたいと思います。
And if you practice this, even no bassoon, just thinking, you can hear my bow arm. 私の息が聞こえますね。Right? So I'm doing number 3. 同じことをやってみましょ But う。 if I play, if I think about what you do, I think, これがあなたのやり方です。so maybe really focus on this way. そちらのやり方を試してみたいと思いま So す。 please try once, no 一回 bassoon, 楽器なしでやってみましょう。 and show me the air. Go. この指の方向に動くように息を。Okay, good. So you're doing number 2. Now I hear, I want to hear upward. もっと上昇に聞こえたいです。Yes, yes. そうです。 Now play. Same air. You 同じ just, 空気の流れで。 yeah, already better. Again. すでに良くなってますよ。 What you know? No bassoon? So, yes, now show me. Yeah, yeah. Now, show me. No bassoon? No, show me number 1. 1を見せてください。 Play. Right, now show me number 2. Straight. Play. Good. Now show me number 3. 3番をやってみましょう。 Yes. So these are 3 basic, and you can play with, and then you can decide, how does the music go? Does it go this way? Does it move forward? Does it come away? And these are tools that are so helpful to understand like music making. でこの3つの基本的な息の使い方でさまざまなことを試すことができます。前に動くような感じもできるし、後ろに引いていくような感じもできます。いろいろ試してみることが必要です。I think many wind teachers don't talk about this enough. String teachers always talk about the bow, but winds we don't talk about our invisible bow. で弓の使い方は弦の先生方はよく生徒に話しますけれども、なかなかこの見えない弓のことを話す人はいないんですね。So not only do I encourage my students and I teach them how to think about using their bow, but I often want them to also do it on themselves, by themselves. で私は生徒たちにこの弓の使い方を教えるんですけども、と同時に生徒たちにも自分で考えて自分のどの棒を使いたいか弓を使いたいかを考えさせます。So I challenge you, starting today, you will always think about what you want to do with your air. であなたにこのチャレンジを授けたいと思います。いろんな解決をしてください。できると思います。Okay, next thing. Let's go to the theme B. Si, do, si, so, si, do, la. This time I have a request for piano. It's pianissimo. ピアニストに And yeah, I want you to sound like clouds. ピアニストにリクエストです。とっても弱くそこを演奏してください。なんか雲みたい。で本当に雲が流れているように。So right now you are asking her to be like this, but if you play, then she's free. であなたがそのように演奏してくれるとバスーン奏者はとっても自由に演奏することができます。So一人で弾いてみてください。Okay, so I like you phrase, very good, but here be very much like banso. So maybe soft pedal and only like this.
こうなるべくこうあなたのフレーズは好きですけども、もう少し穏やかな感じでソフトペダルを使ってはいかがでしょうか。私もやりたいこんな感じそうなんか招待みたいインバイトされてはいどうぞお願いしますこんな感じで OK もう本当に頭の音からも違いますねもう雰囲気全部 I love this 本当に大好きこの今のですからこれを守ってください吹きやすいですよね、今の。悪くなかったけど、これやったらもう本当に素晴らしい。本当に素晴らしい。と、なんか何でもできる。You can do anything な感じ。So, fa, mi, re, do, re, mi, da, da. This, you can play. Today I talked about Mozart in a lesson with the students, some academy members. And, you know, Mozart may be more strict rules, you know, or so you can't play you cannot do that. But here it's like taffy. Taffy is it's like a candy and it's like it's malleable or clay that you can mold. 粘土とかそのように自由に伸びたり縮んだりする。So French music is almost all about colors. Debussy, Ravel, Françaix, all about colors. It's like Monet or Pissarro or those. They paint, you know, and the beautiful. It's never like this, you know. They don't paint like that.It's all pastel, わかる? Pastel colors. パステル色彩、はい。モーツァルトなどは非常に厳格なルールとかがあるんですけども、ドビュッシー、フランスの音楽、例えばドビュッシーとかラベルは大変カラーが色彩が豊かで、モネの絵なんかもそうですけども、決して自由でこう厳格に四角くなることはないんです。So I would encourage you, it's like French impressionistic painting. Same with a lot of French composers, not because they're French, but many of them that was the style. Especially Debussy, it's all like this. 印象派の絵も見たことがあると思いますけれども、こうドビュッシーと音楽のその絵の感じはすごく似ていると思います。So maybe Brahms is like meat and potatoes. ブラームスはもう本当にお肉とじゃがいもみたいな感じですよね。And maybe Françaix is like petit fleur or like you know little escargot, little everything is you know in French is petite. フランスはもうとっても可愛くてちっちゃくて、例えばエスカルゴとかカタツムリですね。Or I think about 1920 Paris, 1920年のパリみたいな感じ。Very thin cigarette, you know, 長いタバコこんな感じ。These suits like this, and they have a little thin mustache, and they, you know, this is like my image of this kind of music, like outdoor cafe in Paris. 1920年のパリの様子を思い浮かべてほしいと思います。皆さんこのファッション、ひげの様子とか、それからスーツの様子とか、カフェの雰囲気とかをイメージしてほしいんです。So forget about the bassoon and go for these fun colors and characters. それで演奏のことはさておいて、そのカラーとかを得てみましょう。楽器のことを忘れてください。ただこのキャラクター。もう一度。
これは会話ですね。So you play, and then he plays, and then you play, and then he plays. So you can, again, maybe look at each other a little bit more. When he plays, maybe you can look at him and enjoy what he's doing, and then you can come back to you. I don't think it's so bad. It's not acting, 演技じゃないですけど, but it's nice, again, communication. こういうところはお互いのメロディーがやり取りされてますから、お互いにやはり見合って何が起きているかを意識しながら演奏するのが会話になっていいと思います。poco più lento どういう意味ですか？ So, and mezza voce はメッツァボッチの意味、本当の意味と思っていますのは、メッツァは真ん中、ボチェは声。ですから、ダイナミックは真ん中の声。そして、外ボチェは声なし。So, メッツァボチェはこんな感じ。And then, 次の上はもっとこんな big, like forte. So, メッツァボチェ is more like this, middle voice.So it's this composer tells you many different things. Subito a tempo primo, leggerissimo, poco più lento. There are many different things. He says here, Allegro moderato a tempo poco rallentando, pianissimo subito, crescendo forte, mezzo forte, diminuendo big, So very specific.さまざまな指示がなされています。レジェルとかポーコピューレントとかそういうのも全て頭の中に入れなくちゃいけないということです。Mozart, Fァゴットコンチェルト、Allegro. That's all he writes. アレグロとしか書いてませんね。モーツァルトね。モーツァルトはです。Françaix, he writes many instructions. しかし彼はたくさんの指示を細かく入れています。And he writes these.こういうヘアピンのようにクレッシェンドディミニエンドのサインがありますね。He writes many of these. いっぱい入ってますけど。たくさんあります。So, and because he writes them, he wants you to do more. And Mozart didn't write these. Mozart never wrote. モーツァルトはこういうサインは書かなかったんですね。だんだん強くとかだんだん弱くっていうのは書いてません。In very rare, in Mozart Bassoon Concerto, Fァゴット Concerto, he doesn't write fortissimo or pianissimo. モーツァルトはファゴットコンチェルトの中にはピアニッシモもフォルテッシモもありません。He doesn't write crescendo or diminuendo. 強くしてとか弱くしての指示もありません。He doesn't write accelerando or rallentando. 速くしてゆっくりしての指示もありません。So it's just Mozart is very pure and honest in that way. モーツァルトは大変純粋だと言えます。But here, composer writes specific, many details. ここでは作曲家が大変細かい指示をあなたに与えてますね。Maybe he wants to control you, but he's very specific. あなたをコントロールしたいと思っているかもしれません。大変細かい指示です。And Mahler wrote sentences and paragraphs in his music. モーツァルトは実際には文章まで書いています。Mahler wrote like sentences. センテンスのように書いています。And this composer, Gustav Mahler, was a conductor, so he knew what he wanted from the players. So he was very, very specific and almost like a control freak. This is what I want. マーラーは指揮者でしたので、実際にどのように演奏してほしいかをしっかり書いていました。Last thing, can we do number 3? 3番からお願いします。Okay, so what do you think of this? ここでちょっとコミカルな感じになって、ここで急にパッてくる。パッて。それ、これ聞いたらどんなイメージ出てきますか？驚き。そう、驚きか誰か大笑いで
da 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 da. So you have to really show more drama. So da 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 da. すごい笑ってるような感じ。もう少し明らかにその様子を見せてください。So very good. I like that you go for it. でもあなたがそのように演奏するのは好きです。The last thing I want to encourage you as a bassoon player is to use, we are wind players, not face players. So sometimes I hear you play with here, and I want you to really think from here, down below. あなたにお勧めしたいことがあります。私たちは管楽器ですので、時々あなたは唇を使って演奏しようとしていますけれども、もっと下のところ、お腹の真ん中から演奏してほしいと思います。I think it's important that they hear the instrument and not only the reed. で、楽器を聴きたいんですね。リードだけじゃないんです。So sometimes I can hear your reed.And I want to always make sure you protect the sound, the rich quality of the wooden instrument. で、楽器全体を響かして音を出してほしいと思ってい And ます。so much of that comes from here. で、全てはここから来ています。And not just 口だけではありません。Good. And before I want to do questions and answers from the audience for the last 10 minutes, but do you have any questions?あなたは何か質問ありますか？後でちょっと時間があればお客さんにも聞きたいと思ってるんですけども、あなたからまず聞きましょう。何かありますか？質問があればおっしゃってください。First, she asked how do I practice this myself as a performer or teacher?I try, it's almost like I'm reading a book. 最初に I read. 本を読むようにまずやります。And 練習の仕方です。I look at it, and then I will maybe apply my ideas. I might apply my instrument. アイデアとか楽器をどうするかを考えます。What does the bassoon not have is a brain. バスンは頭脳を持っていません。Or a heart. A heart.Doesn't have a heart. 心臓もありません。ハートがありません。I'm sorry. ごめんなさい。ごめんなさいって言ってます。But we cannot lead with the bassoon if we just try to read and play with the bassoon only. It will take us longer to get to what we want. 楽器だけで考えていくと、到達するのは非常に長いことになります。But if we think with our how we look at it, our mind, our heart, our feelings.And then we put it into the bassoon. It's so much quicker. 自分の考えをまずまとめて、自分のハートとか自分の頭脳とかでまず考えをやってから、それを楽器に応用するということがいいです。So when I look at this, I think right away. So right away I have an idea of what I want to do.これを見たときに、歌ったときにすぐに自分が何をしたいかが分かります。And if I have a question, I'm not sure what I want to do, I'm not sure where it should go, then I think about it, I sing many different ways until I feel like this also makes sense. I also look at the harmony, which is important, and then I look at the way it's shaped. Is there a top? Does it come down? Is there an arc?まずは歌ってみるんです。歌ってみて、もしわからないところがあれば、下にあるハーモニーとか、それからそのフレーズの形、どこが頂点なのか、どこが下なのかっていうのをまず探します。I think sometimes the best way to practice is away from the instrument and to really just look at the music, and then you start really thinking about ideas, thinking about different ways to play.
まず一番いいのは楽器から離れて、楽譜を読んでみる、どのように音楽がなるのかを考えてみるのがいいと思います。But so many people only practice with their instrument. たくさんの人は楽器だけで練習するっていうのがよくありますね。And then sometimes they sound like they only practice with their instrument. そしてそのようにしか聞こえません。So when I look at this, I already try to see where I want to go, what I want to do. でこれでどこまで行きたいか、そして何をしたいかをまず考えます。And then from there, I also want to not just what I want to do, but what I want to express and say. でどのような表現をしたいかを加えていきます。Because of course, notes are not just notes; they are meaning. They have meaning. 音は音だけなんで、それを加えないと意味が加わりません。Sometimes it doesn't have to have a meaning. It can just be something beautiful. ただ時には意味がないけどとても美しいものもあります。But sometimes it is very clear, like the part where it sounds like laughter. It's very clear what the music wants. で先ほどのようにここが笑い声のように聞こえる、そういうものがあると非常に取っかかりやすいですよね。So in some ways, every note has a purpose or meaning. 一つ一つの音がまず意味があると思いましょう。But it doesn't always have to have a definition. でも必ずしもそれが何であるかっていうことを決めつける必要はありません。For example, Leonard Bernstein said, "What is an F sharp?" 例えばバーンスタインが言いました、F シャープ、ファのシャープとは何であるか。He says, "Is it a rocket? ロケット Is it a lamp?" ランプ。He says, "No, an F sharp is just an F sharp." でも F シャープはでも F シャープですよね。But if I said rocket, でも私がロケットと言ったなら、you think right away, you picture a rocket. でもそうして私がそう言ったならば、あなたはロケットのピクチャーが絵が目に浮かぶでしょ。I can play F sharp many different ways. で私は F シャープをいろんな形で演奏できます。It's one note. It's only one note. It's only F sharp. 本当に一つの音だけなんですよね。これ F シャープだけです。But it is amazing what we can do with one note. でもこの一つの音で何ができるかっていうのは本当に驚きます。So it makes you think, wow, what can I do with all these different notes? でもこんだけ音があると何ができるか楽しみですよね。So this is your aim, 目標。これがあなたの目指すところだと思います。じゃあ何か質問ありますか？何か質問があればお受けいたします。何でもいいですか？手を挙げていただければ。Any questions? 何かありますか？ファゴット関係じゃなくてもいいです。はい、どうぞ。それは人による。She asked when bassoon players perform, do they always put the piano lid up? It depends on the piece, その曲による. And it also depends on the pianist. He's very good, so it makes it easy. When I ask him to play softer, he plays softer. Some pianists are just, very strong, and they are not very sensitive. But if it's something that's also sonata, that's equal, I think it helps. I don't think it's good when the lid is all the way down, because it's a little unfair, and also because then a lot of things get covered up for the piano. That's when it's their solo, or it's not very clear.
質問ありがとうございました。ファゴットの演奏をするときにピアノの蓋を開けるかどうかということなんですけども、先生のお答えはそれは曲にもよりますし、ピアニストにもよる。そして時にピアニストは強く弾きすぎる傾向もあるんですけども、彼は大変いい演奏をして弱く演奏してくださいました。またソナタみたいな形式の時にはやはりピアノのいいところをカバーしてしまうので、私は蓋をしてしまうのはお勧めしないと思います。それも不公平だと思います。ソナタにおいてはファゴットとピアノは同等であるっていうこともありますので、それはもうケースバイケースだと思います。Also, some violin players play横にnext to the pianist like this. 時々バイオリンの人はピアノの真横で演奏することがあります。And some bassoon players, fagotto players, play like this here. でバスーンの人もここに立つ場合があります。But I like to play also here 私はここで立つのが好きです。because I can also see. で私はそれはピアニストが見えるからなんですね。And also maybe my body can absorb the sound of the piano. で自分の音がうまく混じり合う、ピアノからのサウンドに混じり合うということですね。And then maybe the bassoon can go out this way with the piano behind me. でピアノが後ろにあることによって自分の音がより遠くに飛んでいくと思うからです。But if I stand here, 私がもしここに立ったな I らば、 think the piano is maybe more too out. ピアノは非常にオープンに飛んでいくとは思いますけども、 But this is my feeling, my interpretation. でもこれは私個人の意見です。My favorite combination is to play with like a string trio, bassoon quartets. 私の好きなフォームはバスーンクォーテットトリオ、 Bassoon quartet, like with バスーン4人で演奏するのが大好きなんです。 with violin, viola, cello, and bassoon. バスーンを入れた弦が3人とです。 Because the strings are very soft texture. で弦っていうのは非常に優しいテクスチャーを持ってるからです。柔らかい。 And piano is very brilliant. ピアノはとっても輝かしい音を持ってます。 So, and it's sometimes the very brilliant is high and sparkly like 時 this. 々輝かしくスパークリングな音が出てしまうことがあります。 So I like to play with strings a lot ですから because そういう意味で私は弦の方たちと一緒にカルテットを組むのが好きです。 of course I like to play with piano too. でもちろんピアニストで演奏するのも好きですよ。 And there are many great pieces written. でそういういい曲も書かれてます。 But that's a very good question. とてもいい質問ありがとうございました。 Especially to make it clear. 本当にこういうことをクリアにするのはいいことだと思います。次なんかありますか？一つだけお時間がありますけども、お一人方もしいれば、なければ終わりにしたいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。本当にすみません。それではありがとうございました。清水紗恵さん、鈴木詩音さん、そしてダニエル松川先生、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。皆様ありがとうございました。今日ここで受けた指導が今後の演奏に生かされることを願っております。